皆さんどうもこんばんは。スタッフラボへようこそ。今日の10分でわかるおすすめの一冊シリーズ。今日の本は累計発行部数が20万部を超えるベストセラーとなった一冊。仕事は楽しいかねです。この本では物語風に話が展開していきます。出張の帰りに大雪のため、一昼夜空港のロビーに足止めされた一人の男性。そこで出会ったある老人に、仕事は楽しいかねと聞かれ、つい仕事で溜まったイライラした感情をぶつけてしまいます。実は老人は、企業のトップがアドバイスを欲しがるほどの高名な実業家。その深みある言葉に、彼は次第に仕事感を揺さぶられていく内容です。この本で老人が触れているのは、仕事を楽しむためのコツ。この仕事を楽しむためのコツを3つのステップでお伝えしていきます。それでは内容に入っていきましょう。最初のステップは、試してみることに失敗はないことを理解すること。これは最初に決めた目標を達成するために思いつくアイデアをとりあえず全てやってみることが大切であるという話です。これまで主人公の男性は山のように自己啓発書を読み漁ってきましたが、これぞと思える戦略や哲学には出会えませんでした。しかし、実業家の老人は目標の設定、生きる姿勢を変えるといった自己啓発書のエッセンスを書き出した上で、デカデカと×印をつけて、試してみることに失敗はないと断言するのです。世界的な成功を収めた発明者や革新者は、最初に目標を定めて計画通りにことを進めていったように見えますが、実はそうではありません。例えば、Apple コンピューターを作ったスティーブン・ウォズニアックは、世界を変えたかったわけでも、大企業のトップになりたかったわけでもない。遊び感覚でいろいろやって、成り行きを見守るうちに大企業のトップや億万長者になっていたと言われています。ここで、その人には才能があったからできたんだ、なんていう人もいると思いますが、これは確率の問題でもあると言われています。買わなければ宝くじが当たらないように、手当たり次第思いついたことをあれこれやって、チャンスの数を増やすことが成功の条件であり、頭が切れたり勤勉であることは必ずしも条件ではありませんが、10回中10回失敗するものを9回に減らし、確率を上げることはできるはずです。ここで空前のヒット商品の多くは偶然の産物だと成功者は言います。例えばコカ・コーラは薬屋の従業員がシロップ状の頭痛薬を水で割って飲むと美味しいということに気づいたことがきっかけだったり、ジーンズのリーバイスはカリフォルニアの甲府に必需品を売ることで人儲けしようと考えた創業者が物が全て売り切れてしまったため、テント用のハンプをオーバーオールに仕立てたことから始まったりしています。必要は発明の母かもしれない。だけど偶然は発明の父なんだと大富豪は言います。大勢の人が計画ばかりを崇めていますが、本来はまぐれあたり専門家こそが必要だといった考えも大切だということですね。次に重要なステップが偶然を見逃さないこと。これは先ほど言った確率を上げるために常に何かを試し、アイデアを求め続けることが重要だという話です。目標設定を決める際、完璧な目標を思い描くと、それを達成した時点でストップしてしまいます。完璧はダメになる過程の第一段階と老人が言っているように、あらゆるアイデアを試し、あるべき状態よりより良くなることが重要です。試したものがろくでもないアイデアだったとしても、元の場所に戻ることはなく、そこから何かしらの教訓が得られます。そもそも人は試してみることが大好きなものであり、放損効果が示すように、試すことで人は生き生きと仕事をするようになっていくものです。世の中には今の現状をより良くしようと、課題や問題に取り組んでいる人がいますが、結果が出なかったことを失敗に終わってしまったと考える人がいますが、老人に言わせればその段階にさえ至っていません。そもそも専門家がレクチャーするビジネスや事業の成功法を参考にした時点で、誰もが考えつく似たり寄ったりのビジネスであり、価格競争やサービスの質といった小競り合いになるのは必然です。成功を研究しても成功は手に入らないというのが真実なわけです。コカ・コーラやリーバイスの例が示すように、誰の元にも優れたアイデアはやってくるかもしれません。しかし、ほとんどの人は
目の前を素通りさせています。ただそれを待っているだけでは気づくことはできず、常に何かを試し、アイデアを求めている人こそがそれに気づくことができます。最後のステップは、明日は今日と違う自分になることを意識する。これは昨日より今日より明日の自分の方が少しでも成長しているように、努力や変化をしていく意識を持つということです。今の自分をブラッシュアップさせず、現状維持で満足し、振り返ってみると、昔も今も変わらないなんて人もいますが、ウォルト・ディズニーや松下幸之助さんも、現状維持は後退の始まりだと言っています。じゃあ何をすればいいのと思う人もいると思いますが、この本が挙げている目標が一つだけあります。それは、明日は今日と違う自分になるというもの。これを毎日意識し、行動に移していくことは簡単ではなく、とんでもなく疲れる方法です。しかし、普通の目標と違って、最終的にどこに行き着くかもわからない。だからこそ、ワクワクする方法なのだと熱を込めて伝えています。今回の内容を最後にまとめるとこのようになります。まず、試してみることに失敗はないことを理解すること。次に、偶然を見逃さないために常に何かを試し、アイデアを求め続けること。最後に、明日は今日と違う自分になることを意識するということです。今の仕事にマンネリ感を感じている人やビジネス本を読むのが苦手な人は一度この本を手に取り読んでみてはいかがでしょうか。そしてこのチャンネルでは変化する社会を乗り越えるため、あなたの成長、向上心を上げていくためのコンテンツを上げていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さんお疲れ様でした。